こを差し替えて、いや、こっちは回復効率が落ちるか。随分と入念だな。まるで戦争前の兵隊計画だ。前回はちょっと油断してね、将に足元を救われた。油断なら次回はちゃんと俺のために長生きしてくれよ。ああ、君が暴れ回る間にしっかりライフも盤面も立て直してやるさ。助かるな。もっとも最後は君ごと踏み潰すかもしれんが。それならその前に君を回復漬けにして動けなくしてやるよ。ほう、その回復漬けとやら少し見せてもらおうじゃないか。いいだろう。私のエアリス・ゲインズブール白単ライフゲインデッキだ。ではお前の統率者デッキを見せてもらおう。お手並み拝見だ。任せておけ。私の統率者エアリス・ゲインズブール、ファイナルファンタジー収録の白3マナの伝説のクリーチャーだ。セブンの小さい方のヒロインだね。何の話だ。能力は単純だ。22ハンコン。ライフを得るたびにプラス11カウンターを置く。つまり他に何もなかったとしても出した次のターンには自身の能力でサイズを上げることができる。なかったとしても実際には他の回復効果でバックアップすることになる。少なくともセフィロスに殺されるようなスタッツのままではありえない。サーボタボークはジェラードでは倒せないようなものか。そのネタもう通じないんじゃないかな。もう一つの能力は死亡した時に誘発する効果だ。エアリスの上にあるプラス11カウンターと同じ数のプラス11カウンターをコントロールしている伝説である各クリーチャーの上に乗せるという能力だ。基本的には保険だね。他に伝説のクリーチャーがいればエアリス自身が倒されても彼女の意志を引き継いで星を守ってくれるということさ。何の話をしている。とにかく基本コンセプトはこうだ。ライフゲインの回数を重ねてエアリスを強化し彼女の腕力で全員を分からせる。それがこのデッキだ。わかった。では中身を詳しく見ていこう。ではまずマナ基盤について説明していこう。基本だな。まず土地の構成だ。合計で30枚になっている。両面土地もここにカウントしている。かなり絞っているな。構成上低マナのクリーチャーカードが多くなっているからね。その分絞っている感じだね。これに加えて2マナ以下のマナーアーティファクトが4枚だ。同等の役割のカードも1枚入っているね。まさに最低限。君は白タンのウィニーを組むときに土地の枚数を増やすのか。ここに2マナ以下のドローできる手段が3枚入っている。どれも自己回避のためには強力なカードだから初手にあると心強いね。ここはそうだな。特に頭蓋骨締めは最強のアドバンテージ源でもある。どの段階でもサーチして持ってきたい1枚だ。また低マナ域が多いとはいえ全くマナが必要ないわけではない。3マナ以上のマナアーティファクトも2枚採用しているぞ。この構成だと3ターン目に3マナ到達する確率はマリガン込みで初手 78% 程度、3ターン目で 90% を超える程度だね。正直1ターン足踏みがあっても構わない。それに応じたリターンが得られるはずだ。予想外の思い切りだ。このテーマは分かった。次のテーマに移ろう。では採用クリーチャーについて説明していこう。戦術による変動が一番大きい部分だな。統率者がエアリスである以上ライフゲインテーマの採用になる。クリーチャーの総枚数は42枚。そのうち1マナのクリーチャーが15枚という構成だ。クリーチャー数も多いし1マナ域も異常に多いな。時期にわかる。この中でも圧倒的に多いのがいわゆるシスター系だ。クリーチャーとして10枚、クリーチャー以外でも3枚入っている。この部分が戦術の中心と言って過言ではないだろう。エアリスの強化にはゲインの回数が重要ということだな。ゲインの回数を担保するために軽量クリーチャーが多くなっている面もあるね。同じ理由でトークン生成効果とも相性が良い。この2つの誘発回数を増やせるクリーチャーがいればさらにゲインする回数は増やせるね。1マナのクリーチャーはエアリスを強化するのにも保護するのにも重要だ。甘く見てもらっては困るな。この数、しかも装備まで整っている。驚くべきはその一体一体がしっかり役目を果たすことだ。まさにアメリカ軍。君も羨ましいだろう。質と量どちらも手に入る国ってのは。それは認めざるを得ないな。まだ紹介されていないクリーチャーもあるが他のテーマ内で説明してもらおう。次のテーマに移るぞ。
では次にアドバンテージ獲得手段について説明していこう。アドはカードゲームの基本だ。あらゆるカードゲームに通じるフランクが言うと重みが違う。どの TCG のことを言っている。まずマナ基盤のところでも3枚紹介している。それ以外にクリーチャーを出すことやライフを得ることに関連したアドバンテージ獲得手段を採用している。ライフゲイン経由でカードを引くカードが特徴的だな。どちらもトークンの生成ともシナジーが高いね。トークンはもちろん頭蓋骨締めでドローに変換するのもいい。結局頭蓋骨締めは最強のアドバンテージ獲得手段さ。盤面によっては対処しづらい霊気等もありだけどね。獲得したアドバンテージの使い道はどうなる？多少の妨害カードは積んでいるが基本的には盤面の拡大になるね。この過程で最後の一手になるカードを手に入れておく。そいつは気になるな。次のテーマに移るぞ。では次にこのデッキの勝利手段について説明していこう。一つは統率者ダメージでの勝利なのはわかる。そうだね。ソウルシスター系のカードが来ている場合エアリスのサイズはすぐに大きくなる。これを前術の保護するクリーチャーで守りながら押し込むのが基本戦術になる。ただエアリスは回避能力は持っていない。ジャンプし続けることができるならそこまでの脅威ではないかもしれないな。ブロックを回避する手段を2種類用意している。統率者の板金鎧もサーチ先の候補になるね。それで急に倒せることもある。雑に置かれる対は拒否系クリーチャーも相まってあり得る展開だな。このデッキは無限コンボはないからね。それに保護するクリーチャーたちのおかげで単体除去も効きにくい。それでもなんだかんだでエアリスが対処される場合盤面を強化して全体で押し込んでの勝利を目指す。一部の重量級クリーチャーはそういう枠か。クリーチャーもそうだが陶磁器ギャラリーも強力な勝利手段だ。割とみんな忘れているところもポイントだね。またエアリスのチャンクが繰り返された場合には霊気貯蔵機という手段もある。通常兵器とは思えない破壊力だな。このテーマは分かった。次のテーマに移るぞ。では次にデッキの欠点と対策について説明しよう。さすがのフランクでも欠点すべてはカバーできまい。そもそもコンボを防げないとかそういう話は一旦置いておいてくれ。それでも霊気貯蔵機で防げないことはないがまあ一発は撃てるだろうからな。回復自体を阻害されることも考える必要はあまりないだろうな。構造的にそういうカードが入っているデッキの場合は真っ先にそこを沈めるほかない。そういう例外は置いておいて最大の弱点はソウルシスター系カードが処理されてしまうことだ。説明してきたように戦術の核でありその分枚数も積んでいる。ただ1枚もない状態になるとこのデッキは機能しない。序盤で2枚引けている可能性は6割に満たない程度だ。エアリスよりもそちらを処理する可能性まであるな。複数引けていない場合保護系カードはそちらに使うことも視野に入る。もちろんサーチ先にもなり得るし全除去で流された場合に備えて墓地から回収する手段を用意しておくことも対策になるだろう。全除去に耐性が低いのはある程度仕方ないな。そこは一部エンチャントのゲインやアドバンテージ源でカバーだ。そう都合よく全体破壊不能で防げるものばかりでもないからね。もう一点は統率者ダメージでの勝利を目指す線が一番太いため全員を同時に倒すことができず一人倒している間に倒されることが多発することだ。殴り統率者あるあるだな。もちろん全員を同時に倒せる手段が来るのが理想だが順番に倒す必要がある場合は倒す順番が重要になってくる。いくらライフを得ていても無限コンボや統率者ダメージでは敗北する。後者に限ってはノーム系呪文で1回かわすというのもあり得る。まあ相手にやられることもあるけどね。よくわかった。なるほど。回復力と物量その両方を揃えてくるとは。しかも1マナ兵が規律正しく動く。数だけじゃない。品質まで管理されたアメリカ軍だ。秘密にされているカードもないようだな。量は土台質で積み上げる小さな回復の積み重ねが最終形を支えるんだ。中盤でも息切れしない補給線盾としても便利だな。盾は刃にもなる。回復でトリガーが走れば盤面も手数も整う。つまり俺が踏み込む前に勝ち筋を育てるわけだ。その通り。君が騒げば騒ぐほどこちらは整う。静かにしてくれるなら助かるが。無理だな。次はその滑走路俺の作戦にも組み込ませてもらう。使用量は高いよ。応急処置はボランティアじゃない。
請求書は買った後で見よう。で、見どころは他に。1マナの密度、回復トリガーの横展開、そして終盤の火通し、全部揃っている。ふむ。では、次の実戦で本当に滑走路か確かめようじゃないか。